日本の夏を熱くする祭り、よさこい。その頂点に30年以上にわたり君臨し続ける伝説のチームがあります。その名はホニア。よさこい界の最高峰、よさこい大賞の受賞回数は前人未到の10回。なぜ彼女たちはこれほどまでに強く人々を魅了し続けるのでしょうか。その答えは多くの人が想像する踊りの技術だけではありませんでした。この動画では絶対王者ホニアの強さの秘密を解き明かします。その根源は一人の踊りの素人から始まった壮大な物語だったのです。そもそも高知よさこい祭りとは1954年に戦後復興を願って始まった情熱的なお祭りです。毎年数多くのチームが生まれ、その舞を競い合います。その中でホニアは単なる強豪チームという枠を超えた存在です。彼らは現代よさこいのアイデンティティを形作った文化的機関とまで呼ばれています。その哲学は踊る人と見る人が一緒に作るよさこい。観客との笑顔のキャッチボールこそが彼らの原点なのです。ホニアの物語は一人のデザイナーから始まります。その名は泉真由美氏。驚くべきことに彼女はダンサーではありませんでした。彼女の専門は日本の伝統的な素材を生かした和雑貨。キャリアの始まりは子供服の制作だったといいます。そんな彼女がよさこいの世界に足を踏み入れたのは衣装プロデューサーとしてでした。高知の端午の節句に空を舞う巨大な旗フラフを衣装に取り入れるという彼女の斬新なアイディアはよさこい界に衝撃を与えました。彼女が衣装を手掛けたチームはなんと3年連続で大賞を受賞。泉氏は自身のチームを結成する前からよさこいの美学に革命を起こしていたのです。泉氏は自らも別のチームで踊り手として祭りを体験し、踊り手と制作者両方の視点を持っていました。そして1991年ついに自身のチームホニアを結成します。しかしその前、彼女は2年間あることをしていました。それは観客としての徹底的な観察。そこで彼女は踊り手と観客の間に見えない壁があることに気づきます。喜びが一方通行になっていると。このもったいなさを解消したい、その思いが踊る人も見る人も一緒に作り上げるよさこいというホニアの魂を生み出したのです。チーム名のホニアは本当にそうだねという意味の土佐の古い方言。相手への共感を示す温かい言葉です。それは泉氏が目指した観客との笑顔のキャッチボールそのものを表していました。振り付けの複雑さよりも視覚的な物語と観客の体験を優先する、この発想こそがホニアを特別な存在にしたのです。ホニアの演舞は単なる踊りの連続ではありません。それは毎年ゼロから作り上げられる一つの総合芸術作品です。すべての中心にあるのがテーマ。夢見て候、オペレッタ、ホニやツイストなど毎年全く異なる世界観が創造されます。そしてそのテーマに基づき創造の三位一体、すなわち衣装、振り付け、音楽が緊密に連携して作られていきます。まずは衣装。創設者の泉氏が手掛ける衣装は物語を語る装置です。演舞の途中で衣装が変化し、隠された模様が現れる。その視覚的な驚きが物語に深みを与えます。次に振り付け。伝統と現代性が融合したその振り付けはホニアのモダンジャパニーズの美学と完璧に共鳴します。そして音楽。もちろんよさこいのトレードマークであるよさこい鳴子踊りのフレーズは必ず組み込まれます。泉氏はある年の楽曲についてこう依頼したといいます。
ニコニコで自然に涙が出る、そんな楽曲を彼らが目指す感動の深さがうかがえます。そして忘れてはならないのが地方車、踊り子隊を先導する移動式のサウンドトラックです。ホニアにとって地方車は単なる乗り物ではありません。その年のテーマを体現する移動する舞台装置なのです。このすべての要素がテーマに沿って作り上げられるアプローチはまるでプロの演劇カンパニー。これこそがホニアの演舞をパレードから移動式劇場へと進化させた最大の革新なのです。ホニアの圧倒的な強さはその受賞歴に表れています。しかしその道は決して平坦ではありませんでした。チーム結成は1991年。しかし最初の主要な賞を受賞したのは7年後の1998年でした。そして運命の2002年、ホニアはついに最高位であるよさこい大賞を初めて受賞します。この初受賞を皮切りにホニア王朝とも言うべき黄金時代が幕を開けます。2005年、2007年、2008年、2010年と彼女たちは次々によさこい大賞を獲得していきました。その強さがいかに絶対的だったかを示す象徴的な出来事が2017年に起こります。この年、ホニアは大賞を逃し、結果は銀賞。多くのチームにとっては大いなる栄誉です。しかしこの結果はファンの間でホニア事件と呼ばれるほどの衝撃を持って受け止められました。大賞を逃したことが他のチームの勝利よりも大きなニュースになる。それほど彼女たちの存在は絶対的だったのです。しかしホニアの進化はここからでした。翌2018年、彼女たちは見事に返り咲き9回目のよさこい大賞の栄冠をつかみ取ります。この復活劇は彼らの驚異的な精神力と芸術への情熱を改めて証明しました。そしてパンデミックによる中断を乗り越え2025年、彼女たちは通算10回目となる記念すべき大賞に輝いたのです。ホニアの成功を理解する上で欠かせないのがよさこいチームとある商業ブランドとのユニークな関係です。実はよさこいチームホニアの母体は泉市が立ち上げた同名の和雑貨ブランドホニアなのです。チームの衣装や演舞に込められた美しい世界観はブランドの精神そのものを体現しています。そしてこの商業活動の成功がチームに安定した財政基盤をもたらしています。多くのチームがスポンサー探しに苦労する中、ホニアは資金調達の仕組みを内部に持っているのです。一方でチームの華やかで感動的なパフォーマンスはブランドの認知度を飛躍的に高める最高の広告塔となります。祭りで演舞に魅了された観客はその世界観を共有したいと願い、お店で商品を手に取ります。芸術的成功が商業的成功を促し、商業的成功がさらなる芸術的挑戦を可能にする。この自己強化のループこそが30年以上にわたる卓越性を維持してきた彼らの競争上の大きな優位性なのです。さらにホニアは文化大使としてよさこいの魅力を世界に発信してきました。台湾、タイ、そして中国へ、その舞は国境を越えて人々を魅了しています。ホニアの真の偉大さは勝利の数だけではありません。それは文化を次世代へとつなぎ、コミュニティを築く意識的な努力にあります。2019年、子どもたちのためのチームホニヤッコが結成されました。3歳から中学生までが対象です。その目的はよさこいの魅力を子どもたちに伝え、次の世代へバトンを渡していくこと。ホニアが培ってきた文化と精神そのものを幼い頃から継承しようとしているのです。さらに
生涯よさこいを楽しみたい人々のための同好会も創設しました。2023年に発足したオールウェイズよさこいです。いつもいつでもいつまでもよさこいを楽しみたいという思いを持つ仲間たちが全国のイベントに参加しています。これにより永続的なコミュニティとして機能するのです。若手育成のホニヤッコ、現役トップのホニヤ、そして同好会のオールメイズよさこい、この3層構造はチームを一過性の集団から永続的な社会的機関へと進化させる壮大なビジョンを示しています。ホニヤはもはやよさこいの歴史の一章を飾る存在ではなく、その未来を書き続ける著者となっているのです。よさこいチームホニヤ、その30年以上にわたる輝かしい歴史は3つの柱に支えられていました。1つ、創設以来揺らぐことのない踊る人と見る人が一緒に作るという哲学。2つ、芸術と商業が支え合う持続可能なエコシステム。そして3つ、毎年新たな世界を創造する総合芸術としてのアプローチです。デザイナーであった泉真由美氏の視点は、よさこいを観客を巻き込んだ一つの総合的な体験へと昇華させました。しかし彼らが最も大切にしてきたのは、ショーの数や演舞の完成度だけではありません。それは観客と踊り手の間で行われる笑顔のキャッチボール。よさこいの魂の中心にある人と人とのつながり、それこそがホニヤの普及の精神なのです。ご視聴ありがとうございました。今回紹介した内容について皆さんはどう思いましたか？ぜひご意見や感想をコメントで教えてください。よろしければチャンネル登録と高評価もお願いします。